すごく美しくて、とても魅力的で、女性としてもものすごく有能でね、少なくともどうやら恋愛にはあまり興味を持ってらっしゃらない方が増えている。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日は何についてお話ししましょうか。今日はですね、最近でもないかしら、すごく美しくて、とても魅力的で、女性としてもものすごく有能でね、いい方なんですけれども、男性には全然興味ないみたいな、そういう方が増えている。少なくともどうやら恋愛にはあまり興味を持ってらっしゃらない方が増えているというお話を聞きました。皆さんはそういう方思い浮かんだりされますか？します。どうしてこの人が独身で、おまけに彼氏がいないんだろうっていう。ね、あまりにも魅力的で、女性から見てもドキドキするくらい美しくていらっしゃるのに、なぜか恋愛がうまくいかないんですって。なんかね、おまけに面白かったりとかして。お話とかもね。すごく稼いでらして。バリバリお仕事もされてて有能でね。おまけに優しいんだけど、はい。できすぎちゃうからなのかなとも思うんだけど。でもすごく女性的でもいらっしゃるでしょ、そういう方って。優しいしね。私の知ってる方たちもそうなんですよ。女性としての魅力もあるからたちなので、お友達や後輩からは姉子みたいに慕われちゃったりしてね。でもいらっしゃらないんですよ。そうですね。でよくよくお話を聞いてみると、今はあんまりそっちには興味がないんですなんておっしゃられたりして、もったいないななんて個人的には思ってしまいます。あなたですか？いかがですか？でも心理学的に見ると、これってちょっとエレクトラっぽく見えますよね。で、ここでエレクトラなんていう言葉を使っていますけれども、心理学ではエレクトラコンプレックスと呼ばれるものがあるんですよ。ちょっとお父様を大好きになりすぎちゃって、でついついお父様に恋をしたがゆえに、最終的にお父様を殺してしまうみたいな、ちょっと怖いお話があるんですけれども、自分が男性的に生きるということをどうやら決めてしまわれている。もちろんこれは意識的にではなくって、潜在意識で決めていらっしゃるようなんですけれども、どうやらそういうふうに思われてしまっている。そんな方が増えてらっしゃる。そうですね。なんかね、もったいないの。若くて美しくって、本当になんかこの年を楽しんでねって、いっぱい恋してねっていう、そういうみずみずしい時期に、だんだん仕事みたいな感じで、何でも自分で仕切って、何でもできますからみたいに、なんかいろいろなんか背中に担いでるのが見えるよみたいな、そうなっていくと、なんかみずみずしいこの美しさがどんどん減ってっちゃって、周りはその美しさを楽しんでいるけれど、ご本人は自己完結できる。女性としての幸せを完全に手放しているわけではないんですよね。私もそうだったなと思うんですけれども、女性としての幸せも欲しいんですけれども、なんかね、男性の人生の方がお得なような、女性の人生の方がちょっと損しているような、なんか面白くないような、そんなような気持ちだったことを覚えています。そうですね。昔ね、私が企業の上司の役員の人に言われたんだけどね、お前は男をバカにしてるんだって言われたことがあったの。で、全然そんなこと思ってませんよなんていう話をしていたんだけれども、やはりその無意識に父と比べちゃうの。特に皆さんお父様がご立派でいらっしゃったから。だからそうすると、その父に比べてこの人はみたいな、その枕言葉がついているから、なんか物足りないような感じがして。で、どこかでね、その父のようにならなくてはいけないみたいなマインドが出てくるの。それあります。で、おまけにその母を幸せにしなければいけないとか。そうなんです。家族を守らなければいけないって。なぜか思ってしまっている。だからそれは究極的には父と大好きな父なはずなんだけれども、競争していたりとか、私の周りでね、あの方が本当にパートナー持ってくださるといいなっていう人とお話ししたりとかすると、もうちょっと諦めちゃってるから、結局なんか男の人って私の子宮目当てなんですよねみたいなことを言っちゃったりとかするから、いやちょっと待ってみたいな感じで、何か自分の肉体さえも道具みたいに、自分が自分を道具みたいに扱っちゃい
出すから、私もそうだったと思います。長く男女関係が始まって、ボーイフレンドできた感じだななんて思ってお話伺ってると、あれなんかいつの間にかまた自立した立派なものが戻ってきてるぞと思って伺うと、別れちゃってるんだみたいな感じで、結局物足りないのかしら。そうですね。自分が長男のように生きている。そうすることによって父親の期待に応えられるみたいにどっか思い込んでしまっていて、で私は下に弟がいて、弟が長男なんですけれども、なんか負けたくないってどっかに思っていたなーって、今となってみればやっぱり全然男性の人生と女性の人生って違うものだなと思いますけれども、でもその時はなんか負けてなるものかみたいにどこかで思っていたな。もしこれが弟がいなくて、女性だけの兄弟だったとすると、ずっと私は長男をやり続けた可能性があると思っていて、途中でやっぱり弟にそれを手放すことができたので、女性の人生っていうのを取り戻すっていうのもいいなって思いましたけどね。またなんかその結婚をして子供ができた時に男の子ができたり、女の子がいる場合でもそうなんだけれど、もうその男の子が男性性器のように自分にはないものを持っているって、でもついに男の子を手に入れたから、旦那さんはもう向こうに行っててよろしいみたいになっちゃう人もいるって伺ったことあるんですね。そうね。もう本当に自分が母親になっちゃうと、もうパートナーがいらなくなってしまうっていうのもあるかもしれませんね。そうですね。なんか男性の兄弟がお兄ちゃんとか弟とかがいるとエレクトラが強くなるっていう言い方もあるんだけれども、例えばその女性兄弟だけでも、どちらがお姉さんでも妹でも長男の役割をやっぱり担いでしまって、いつの間にかその家長として生きていってしまう。いや本当にそうだと思います。で私たちのね世代っていうのはもう家督を継ぐという時代ではないではないですか。でもどこか刷り込まれたものがあって、家督を継がなければならない。でもって男の子がいないんだったら私が頑張る、私が家族を守るというふうに思ってしまうんですよね。でそうすると人生そのものが男性になってしまう。そうですね。だから美しい女性性のね要素はたくさん持ってるんだけど、向いたら男って言って。キャリアが高かったり、その稼げれば稼げるほど、お家に帰ってきてから男性が2人いるみたいになっちゃって、あんまりお家でくつろげないんだよねみたいな、そういう話もよくありますね。なるほど。でこれってねやっぱり女性性の喜びっていうものが過小評価されちゃっていることに、やっぱり原因があるかななんて思ったりするんですよね。もちろんお父さん大好きだからお父さんのように生きたらお父さんに信頼してもらえる、子供の時みたいにお父さんと一緒に野球やってお父さんと一緒に遊べるっていうようなその延長線上での期待っていうのもあるんだけれども、それと同時に女性としての人生、女性としての喜びっていうものを本当に見ることができて評価することができて味わうことができるんであるならば、自分もそっちの方に生きてもいいと思えるんだと思うんですけど、どこかその守るべき弱いものとして母親を見てしまったりっていうと、その自分はそこまで弱くないから私は強く生きるのよっていう道を選んでしまうっていうことがあるんじゃないかなと思います。そうですね。何かその脈々と人類に流れているこの男尊女卑というものに、女性側もまた一票を投じている。ところが加担してるんです、私たちも。で特に日本は女性の地位がものすごく低いですよね。世界的に見ても下から数えた方が早い。ショックだよね。残念ですよね。そんなにパワフルじゃないわけではないですよ、女性。日本人の女性もとてもパワフルなんですけれども、私たち自身がショーアップしない。昔ね、国会議員の秘書だったの私、ファーストキャリアがね。でその当時に大臣クラスの人たちが何か不都合なことを起こして、更迭されたりとかするでしょ。そうすると大臣の立ち位置に女性がつくんですよ。そうするとおじさまたちは何て言うかっていうと、女を据えておけば問題ない。こういう問題が起きた時には女性にあそこに立ってもらえば問題がないんだ。一見それは良いことのように聞こえるんだけれど、それは女性に対してリスペクトを持っているっていうよりも、男だといろいろ問題を起こして面倒くさいから、後の短い時間、みんなが納得するようなそういう人だったら誰でもいいじゃないかっていう、何かそういう卑下しているような話をされたなっていうことがよく思い出される時があるんですね。でも全然変わってなくて、この間うち虎に翼で NHK であったじゃないですか。もうあれ、そうです。私ほとんど見ないんですけども、あれはむちゃむちゃハマっちゃって、トラちゃん。でももう100年前ぐ
前から全く変わっていなくて、100年前は、憲法上は女性はその参戦権がなかったから、結婚したらその家の所有物として扱われてた。もうなんかもう日本でそうなんだってちょっとある意味衝撃だったんですよね。でも100年経ってもあんまり変わってないとこあるなって思うんです。そこに女性がもうちょっと責任を持てるといいですね。そう、男の人の被害者にはなりたくないし、男性は優しいからいろいろなことを良かれと思ってしてくれたりしなかったりってこともあるんだけど、どうしても私たち女性がこの被害者であり加害者にもなっちゃう。そうですね。自分たちが加害者になっていることは気づきにくいんですけれども、でも実は自分たちが被害者であることによって男性を傷つけているっていう部分も多分にあるんですよね。で、私が思うには、その自分が男性的に生きるっていうことで初めてショーアップできるんだっていうことが一つの勘違いだと思うんですよ。女性性がどれほどパワフルなものなのかっていうことが女性自身が受け取れるようになって分かってくるようになると、女性が女性でありながら自分のパワーを使うことができる、別に男性にならなくてもいいっていうことに気づけると思うんですよね。男性は全然そういうことを求めてないわけですよね。求めてないですよね。会社でね、男性同士の競争が熾烈な上に、今度競争相手として優秀な女性という競争相手が増えたっていうと、もう一つとか二つの席をめぐって、もう余計に大変になっちゃうから、どこでそれをお互いが共同創造していけるか。女性がね、上に立っても大丈夫っていうふうに男性に思っていただけるような女性性を持てるといいなと私は思いますけれどもね。多分ね、やっぱりそれはね、お母さんとの関係だと思う。そう。男の人が女の人の言うことを聞きたくない理由っていうのがあって、それはお母さんとの間で傷ついたとか、小さい頃に、お母さんは全部してくれたから、ね、そのお母さんを捨てて僕は君と結婚したんだから、君はお母さんのように僕の面倒を見るべきだっていう、そういう痛みがあったりとかもするんだけれど、そこでお互いがやっぱり対等にこの場所に2人のこの才能を、愛を差し出し合いながら、2人の土台を耕していって、育てていって助け合うっていうことが多分できるんだと思うの。なるほど、なるほど。私もね、男の子を育ててきたので、ちょっとドキドキしますね、それはね。息子のパートナーシップどうなってるかしらって気になっちゃうんですけどね。だからやっぱり私たち女性側もその男性を打ち負かすのではなくて、戦う相手じゃなくて、お互いが助け合える対等な関係だっていうふうにまず相手を認知していく。で、このビジョン心理学の三角形では、依存から自立に行くときは女性の方が3倍男性より大変なんです。依存から健全に自立していくっていう、モデルがまだ少ないということもあるし、女性性でこの偽りの女性的になって依存をして奪ってニーディーになっちゃうっていうところは自然に起きてくるわけなんだけれども、そこから健全に自立していく。その時に女性だからといって価値がないわけじゃなくて、価値があるんだよ、愛されるのにふさわしいんだよっていうことを自分も認めて、ご両親からもその愛を受け取れて、今度どんどん進んでいくと、デッドゾーンのところから相互依存、自立から相互依存に曲がる時には、今度男性は女性の3倍大変なんです。で、実際に本当にこのジョイニングっていうことをする時に、シンガポールでお母さんとジョイニングしましょうっていう人がいたの。で、日本以外はね、兵役がありますから、兵役から出てきたばっかりの人で、お母さんと目を合わせてジョイニングをするなんて、僕兵役に戻った方がいいですって本当に言った人がいるんです。だから男の人は感情を感じるとか、ハートを取り戻すっていうと、依存の当時の傷ついた犠牲的になった、人の言いなりになった、支配されたあの弱い自分に戻らなきゃいけないって思うから、ずっとパワーを持って偽りの男性性で支配し続けなきゃいけないっていう幻想にいっちゃうわけですよね。でもそういう男性と共に生きていこうと思うと、女性も男性並みに男性のように生きないと、ちょっとすり合わないような、なんか対抗できないような、対抗することが目的ではないけれども、でもそんなような気持ちになってしまいますね。で、そうすると、ちょっとかっこいい、ハンサムウーマンと言えばいいんですけれども、でも自立した女性になってしまって、私とあなたとどっちの方があそこが大きいみたいな競争になってしまって、そうすると自分よりも強い男とじゃないと私はパートナーシップ持てないから、そんな男はいないみたいな、残念なお話になってしまうわけですよね。往々にしてどなたか別の女性が育てた男性にしか恋ができないでボロボロになっちゃうっていう人もまた多いんです。
でも自分の女性性がこれほど豊かであると、そう。男性性と同じだけ私たちは女性性も持ってますから、男性的に生きられる方は女性としても実は魅力たっぷりな方なんですよ。なので本当にその女性性をぐっと引き上げていただいて、別に男性性を抑える必要ないですからね、ぐっと女性性を引き上げていただいて、その女性としての魅力も世界に貢献していただけると嬉しいなって思います。男性がその女性にサレンダーしやすい、そういう性質っていうものを、私たち女性がそこにパワーを持って真実の声を上げて直面することを恐れずに、そのようなその凛としたあり方を持っていると、男性は必ずちゃんと私たちの声を聞いてくれていますから、そこで必ず乗り越えてきてくれる、そういうポイントがあるはずなんです。女性としての権威を取り戻すっていうことですね。そうですね。だからそれはあり方だし、ある意味振動数でもあるんですよね。その人といると鎧を脱いでリラックスできるな、裸の自分でいられるな、心を沸かせるなっていう、それはまあ神聖な母性に近いような、そうですね。そういう慈愛の女神様のようなエネルギーがあると、男性も女性もお互いに成長していくことができますよね。そうですね。もう本当に誰とでもパートナーシップを組めるような、そんな振動数になっていきそうですね。そんな風でありたいですね。本当にね、目指すところは。はい。じゃあ男性性と女性性のバランスをとって、じゃあそのためにはトゥルーラブがあったらいいですね。真実の愛ですね。はい。私たちは9月の13、14日と2日間かけて、はい。トゥルーラブを目指すヒーリングワークショップを開催したいと思います。はい。みなとロミのサロンへぜひいらしてください。場所は恵比寿です。お待ちしております。それでは。